このケース内に入ってれば、菊新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ついに今日はね、ナンバーを取るための最後の仕上げをしていきたいと思います。これで終わりじゃないよ。ナンバーを取るための仕上げなのであって、車両の仕上げじゃないからね。こういうところひん曲がったままだから、まだタイヤとかもね、とりあえず当たってないだけで根本的には直せてない。こういうところも全然直せてないので、こういうのも後ほどね、このサビとかもね、やっていきたいとは思うんですが、とりあえず走ってみないことにはわからないわけよ。どうしてもこの敷地内をね、くる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 回ってるだけじゃ分かんないこともある。トラブルとかもね。なのでそこも含めてやっぱり実際に走りながらテストをしていきたいと思っています。でいろいろとりあえず私の中では走るための基本的な準備はできてきたと思ってるので、あとボディを取り付けて、ロールバーを取り付けて、完成、とりあえず姿だけのとりあえずの完成、ナンバーを取るための、車を仕上げていきたいと思います。まずはこのぐちゃぐちゃの配線たちを少しまとめよう。またいじんなきゃいけないし、配線また追加しなきゃいけないからなしにして、これダイソーで買ってきたこの繰り返し使える結束バンドね。このケース内に入ってれば、このボディのケース内に入っていれば、水を上からはかぶることはないかなと思ってるので、多分大丈夫だべと。で、基本的にバイクの部品を使っているので、そんなに水には弱くはないだろうと思っています。余裕があんまりないんだよね。もうちょっと余裕を持って OK、 ついたね。ウインカーもテールもついてるね。よし、ライトもついてると。はい。で、今回このボルトね、ボディを合わせていくボルトなんですが、このステンの六角ボルト 30mm を使っていきます。ここね、もともとはちょっと変わったボルトが入ってたんだよね。穴を吹かせるドリルね。これでちょっとこの断面もきれいにしながらネジを入れれるようにしていきます。入るかにゃ。あ、いいね。とりあえず今日のところはこれでいいや。もうちょっと大きいワッシャーにしてもよかったかな。でももともとついてたのと同じぐらいの大きさだからインチじゃなくミリになりました。はい、ロールバーの台座ですね。もうしばらく経つからどっちがどっちだか分かんなくなったけど、こっちが曲がってるからあっちだね。よいしょ。こうだな。ここもさ、穴が合わないんだよね。ここはこの M8 の35。そう、皆さんに鉄は鉄だ。鉄とステンレスはという話なので、でも尾翼は F35 だよね。ここは大丈夫。場所によるんだな。ここだけちょっと穴が。よし、OK。
けた。こっちも立派だね。今度から六角にしたんで、絶対に前みたいに焼かないと取れないとか切らないと取れないってことはないです。こっちに対してね、こっちボディにしっかり沿ってる感じがするけど、やっぱちょっとそこ全部ちぎれた部品をくっつけてるからね。いいね。曲がってないね。さあ、これにどうやって穴を開けるかだ。この位置。微妙にずれてもしょうがない。この位置ですと。この位置ですと。これ以上入んないんだもんね。これ難しいよね。この穴をさ、開けないといけない。型紙取ってだな。これ下のとこ合わせて、型紙をこう押し込むと、跡がつくから。そうだね。昨日からずっとこれをどうやって穴を開けるか考えてたんだけど、もう思いつかないんだよ。よしと。型が取れたからこれで開けていこう。まあ、合わねえだろうな。合わねえだろうな。センターポンチ。多分ここだろうというところに合わせて、で、穴開けていきます。よし、じゃあ。はい、無事穴開きましたけど、このペースで穴開けてったら一生かかっても終わんねえな。はい、次の日になりました大変、この穴開けんの。よしと、穴開いた。何時間かかったかな。3時間かかったな。ここだと見えるかね。この目玉の上につければ後ろ見えるね。こんな感じね。これなら見える。こっち側もつけていきます。こっちとさ、こっちが実はよく見ると対称じゃないんだよ。これ。ここ平らでしょ？で、こっちね、斜めなの。そう。よく見ると対称じゃないから、同じ位置につけると、ちょっとこっちがずれちゃうんだよね。なので、ちょっとこの位置にしました。テスタロッサみたい。やばいやばい。雨が降ってきました。急がねば。雪ですね。また雪か。もみもみポンプはね、プライマリーポンプっていう名前だよ。よしと。OK。形になったね。いいね。かわいいね。
はい、というわけで、とりあえず最初の当初の目的の走れるようにするっていうところはこれで準備 OK かなと思います。じゃあこれで完成なのかなっていうと、ここからがスタートのような気もする。本来は買ってきた時点でこのぐらいだったらよかったんだよ。そしたらそのまま遊ぶところから始めたらよかったの。ブブとかね2台いますけども、ブブもなんやかんや言って最初もちろん動かなかったんだけど、動画の1回目2回目3回目ぐらいまでに動いてるじゃんね。で動いたとこ、ナンバーを取ったところからスタートしてたんだけど、これ3ヶ月かかってやっと動くこと、やっとこれからナンバーだからね。はい、まだまだやることあると思います。で今日から車庫に引っ越そうと思います。ロールバーついたのでカバーかけられない。カバー欲しいね。カバーとね屋根欲しい。なのでちょっとねあっちにね引っ越そうと思います。でねここに持ってこようと思います。あ、いいでしょこれ。今年の春から使おうと思って譲ってもらいました。ちょっと整備しないといけないね。しばらく使ってない。エンジンはかかるんだ。エンジンかかるかな。チョーク引いて。かかったかかった。なかなか難しいね。そして掘れちゃった。掘れるんだな。ここぬかるんでたからね。難しいな操作がね。アクセルの加減がやっぱりアクセルの加減とかが結構難しいなという感じです。はい、屋根の下にやってまいりました。横から雨降ってきたら降っちゃうか。なんかカバー考えた方がいいね。全部かぶせれるカバーとかあればいいですね。はい、なんとかここまで来ました。でさっき言ったこれからがスタートでもあるっちゃスタートでもあります。で今見たらどうなんだろう、ここのクラッチもちょっと開いたり閉じたりしてるかしてないかって言われたら、低回転の時だとどういう状況だったらこの開くのかとかっていうのをまだちょっと把握できてない部分があるんでね。なんかずれたか。本来のちょっとパワー感も出てないような気もするので、ちょっとね工夫してみたいと思います。いろいろ調べてみたいと思います。次回はねついにここまで来たんでナンバー取得行ってみたいと思います。はい、皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。